外国人留学生の皆さん、日本留学試験の総合科目、日本国憲法を勉強していて、書いてある日本語の意味はわかるんだけれども、内容がいまいちよくわからない、理解できない、なんて経験はありませんか？それもそのはず。その国の憲法を理解するには、その国が持つ歴史的背景だけでなく、社会制度や文化、習慣、そういったものまで知らなければ理解できないんですね。この日本国憲法も同じです。日本の統治システムだけでなく、様々な社会の仕組みの元になっているのが、この日本国憲法です。つまり、その国の憲法を学ぶということは、その国の社会制度の根本を学ぶということになるんですね。この日本国憲法を日本人受験生たちは、小学校、中学校、高等学校と学校の社会科の時間に勉強してきます。また、それ以上に日本で生まれ育った日本人受験生たちは、日々の生活の中で意識しなくとも、この日本国憲法の恩恵を受けているのです。それに対して外国人留学生たちは、日本で進学するため、日本国憲法を日本の高校生レベルで学習しようとしても、日本と全く違う世界、社会制度の国から来ていますから、理解できないことがたくさんあります。そこでこの動画では、日本とは違う社会から来た外国人留学生が理解できるように、日本の小学生、中学生が常識として学習する知識のレベルから解説していきたいと思います。今回の章では、日本の憲法ができるまでの背景の歴史と、日本国憲法の元となった大日本帝国憲法についてお話ししていきたいと思います。こんにちは、パトです。このチャンネルでは、日本人と外国人留学生の大学入試に関わるお話をもとに、様々な異文化に関するお話をお届けしていきます。関心のある方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。さて、今回のテーマは日本国憲法です。まずは、日本人なら誰でも知っている日本の歴史です。中世から近世にかけて簡単にお話ししたいと思います。時代は中世末期、安土桃山時代と呼ばれる時代がありました。留学生の中にも知っている人がいると思うんですが、織田信長たちが活躍した時代ですね。この頃、世界は大航海時代。これは導入の動画でお話しした和名ってやつですが、その大航海時代の真っ最中で、スペインやポルトガル、オランダといったヨーロッパ諸国が海外に植民地を広げ、世界貿易を行っていました。日本も例外ではなく、スペイン人やポルトガル人が来航し、日本と貿易を行いました。これを日本語で南蛮貿易と言います。その南蛮貿易で日本社会にはキリスト教が広まっていきました。日本に来たイエズス会の宣教師たちが日本国内に宣教していったのです。中には信者になって領地を教会に差し出す大名まで出たほどでした。そのキリスト教の広まりを恐れた時の政権はキリスト教を禁止し、最終的には国を閉ざし、オランダなどのごく限られた国とだけ貿易する鎖国と呼ばれる政策を取りました。鎖国の理由はキリスト教だけでなく様々あるのですが、その結果、江戸時代のおよそ260年間、日本社会は海外との交流を断つことになったのです。江戸時代は近世。欧米圏では絶対王政にあたる時代です。この時代、京都には天皇がいましたが、天皇は宗教的な存在として日本に君臨し、政治の実権は侍たちが握っていました。その侍たちが作った政府を日本語で幕府と言います。江戸に侍が開いた政府だから江戸幕府と呼んでいます。この江戸幕府の将軍がヨーロッパでいう絶対王政の君主となって国を閉ざし海外との交流を極端に制限し権力を振るったのです。それが江戸時代です。そんな時代、中には生き物を殺したら死刑、特に犬は大切にしなければならないといった法律を出して庶民を苦しめた将軍
なんてのもいたほどです。生類憐れみの霊なんて名前ですが、日本の小学生たちはこのお話を面白おかしく学習しますので、皆さんも関心があったら、ぜひ周りの日本の人たちに聞いてみてください。また、絶対王政で鎖国を徹底していました。キリスト教徒であることが分かれば死刑。その日本人がキリスト教徒かどうかを判断するため、イエス・キリストや聖母マリアの絵を踏ませる踏み絵なんてことも行われました。その絵を踏めたら無罪、踏めなかったら死刑になっていたんですね。また、海外から日本に近づく船があれば、大砲をぶっ放して追い払う外国船打ち払い令、または異国船打ち払い令なんて法律も出されました。日本の海岸線の沖合にスペインやポルトガルだけでなく、アメリカやイギリス、フランスの船が出没するようになり、江戸幕府はそれらの船を追い払ったのです。日本に近づくなということですね。ところが、そんな江戸時代に衝撃が走ります。1840年、それまで日本が先生として崇めていた中国が、西の果てにある小さな島国、イギリスと戦争をして負けてしまったという情報がオランダを通して日本に伝わったのです。しかも、その戦争の原因がアヘンという麻薬で、極めて理不尽な戦争であったことも日本に衝撃を与えました。こんな道徳も倫理もないヨーロッパの国に師匠である中国が負けた。これを聞いた当時の江戸幕府や知識人は大いに焦りました。やばい、次は俺たちだ。そして1853年、そのやばいが現実のものとなったのです。アメリカ人ペリーの来航です。アメリカ大統領の命令を受け、ペリーは黒い艦隊を率いて日本にやってきました。しかも当時外国との交流を長崎に限定していたのですがあって、こんなところで貿易してたんですね。その長崎をペリーは無視し、いきなり江戸、今の東京の近く、神奈川県の浦賀に突然やってきたんです。オランダから事前に知らされていた江戸幕府も、長崎を無視して東京の近くに突然現れたペリーの艦隊に大慌てしました。そしてそれが日本全国に広まり、日本中が大騒ぎとなったのです。ここら辺まさに現在のアメリカがやってる訪韓外交に似ていると言っていいでしょう。意表をついたり、軍艦を近づけて相手に圧力をかけるやり方です。実際、ペリーの態度はアメリカと貿易しなければ、つまり開国しなければ戦争も辞さないという態度だったと言われています。ペリーたちが江戸幕府の役人を船に招き、自分たちが乗ってきた軍艦を見せたそうです。そこには最新式の武器が並んでいました。それを見た役人たちは、知識としては知っていた最新式の武器が目の前に並んでいるのを見せられ、260年間鎖国をしている間に日本が完全に遅れてしまったことを思い知らされたのです。ペリーたちの大砲の弾は日本の大筒と呼ばれる大砲の丸い弾ではなく弾丸の形をしていて、しかも発射される際回転しながら飛び、日本の大筒よりもはるかに遠い目標に命中させられるものでした。そう、強力な軍事力を見せて圧力をかけ、相手に要求を飲ませる。現在も似たようなことを行われていますが、それと同じく、ペリーは軍艦を率いて軍事力で江戸幕府を脅し、日本を開国させ、侍と忍者の時代を終わらせたのでした。この開国によって日本はアメリカと不平等な条約を結ばされました。治外法権を認め、関税自主権が認められないという条約で、これは他のアジアの植民地が結ばれた条約と同じです。そしてアメリカだけでなく、開国を聞いた当時の列強諸国、イギリス、オランダ、フランス、ロシアからも次々と不平等な条約を結ばされたのです。不平等な条約を結ばされたままでは、いずれ日本も他のアジア諸国のように植民地にされてしまう。
そう危機感を持った当時の日本人は、持ち前の勤勉さをもとに必死に自己改革を行い、急速に近代化を進めました。代表団を海外に派遣し、欧米圏の近代社会の仕組みを学び、西洋の文化、最新科学、これらをコピーし、日本に持ち込み、あるものは日本向けにアレンジし、急速に西欧化を推し進めたのです。その近代化の過程で生まれたのが、大日本帝国憲法と帝国議会でした。無理やり結ばされた不平等な条約は、治外法権を認めたものでした。治外法権。つまり、外国人が日本で犯罪しても、日本の法律でその犯罪を裁けないってやつですね。この治外法権の理由は、当時の江戸幕府の法律や刑罰にありました。先ほどからお話ししている通り、江戸幕府は西洋史における絶対王政の時代にあたります。絶対王政の時代の法律や刑罰を想像してみてください。君主や領主の気分一つで裁かれる理不尽な裁判、残虐な拷問や刑罰の数々、そんな時代です。それは日本でも例外ではなかったのです。そんな野蛮な刑罰や法律で裁かれたくない。それが列強諸国が治外法権を認めさせる理由となったのです。それで日本も近代的な憲法を作り、欧米諸国にも認めてもらおうと憲法の制定を急いだのです。その結果、これまで憲法だの議会だのと無縁だった侍と忍者の国が欧米からこの制度を輸入し、大日本帝国憲法を作ったのでした。この憲法をヨーロッパから輸入する際、当時のプロイセン王国、現在のドイツのことですが、このプロイセンのビスマルク憲法を参考にしたと言われています。もちろんこの頃、すでにアメリカやイギリスといった国々には民主主義の統治システムがあり、君主がいるイギリスではプロイセンと違い、君主は象徴的な存在でした。しかし、現在の日本の状況をよくよく考え、君主の力が強く、強い軍隊と中央集権体制が整ったプロイセンの憲法を参考にすることにしたのです。新しい日本が近代化を成し遂げるためには、強い君主の体験が必要だと考えたんですね。では、この大日本帝国憲法について少し見てみましょう。実はこの大日本帝国憲法、現在の日本国憲法の元となった憲法にあたります。というのは、この大日本帝国憲法を改正してできたものが現在の日本国憲法だという位置づけになっているんです。そこで日本の小中学校では日本の歴史を学んだ後ですね、この大日本帝国から日本国憲法へと変わったということを学習することになっています。これは外国人留学生の総合科目試験でも問われることなので、ぜひ知っておいてください。江戸時代から明治時代に変わった頃、政治的な大改革のことを明治維新と言いますが、この明治維新により、この憲法によって天皇が唯一の主権者として位置づけられ、その君主が臣民に対して作った欽定憲法とされています。ここで外国人留学生にお話しします。欽定憲法という日本語は、君主がルールを作ってそれを国民に守らせるという人の支配にあたります。それで、この憲法が欽定憲法だと聞くと、驚いたり、なるほどと納得したりする留学生がいますが、注意が必要です。というのも、実際に周りの日本人に聞いてもらえばわかりますが、海外、特に欧米圏で、君主が法律を作って国民に守らせようとすると、悪い君主が悪い政治を行って国民を苦しめたなんてイメージがあるようです。だから日本も同じだろうと考える留学生もいるようですが、そこら辺ぜひですね、周りの日本人に聞いてもらえばわかります。明治の天皇が憲法を作って国民に守らせ国民を苦しめたかというと、そんなイメージを持つ日本人はほとんどいないことに気がつくでしょう。ここら辺様々な意見がありますが、
今お話しした大日本帝国憲法が作られるまでの日本の背景的状況を考えてもらえれば違った印象を持つと思います。明治になっても天皇は天子様であって国民から慕われる存在であったと私の、おじいさんおばあさんたちから聞いたものでした。さて、お話を戻しましょう。大日本帝国憲法において天皇が唯一の主権者となりますが、プロイセン憲法の君主と違い、日本の天皇は神聖にして犯すべからずと規定されて、政治的存在であるだけでなく、神様のような宗教的、文化的な権威も強く組み込まれていました。ここら辺プロイセン憲法とちょっと違うんですね。キリスト教文化圏のプロイセン王国と八百万の神々に守られた日本の違いを考えれば、これも理解できると思います。また、三権分立の三権ですが、三権はすべて天皇に集中する統治権の総覧と言われる制度とされました。当時も今の国会や内閣、裁判所にあたる統治機構がありましたが、天皇がその気になれば全てを自分の思いのままにできる制度だったのです。しかも天皇には天皇大権というさらに大きな権限も与えられていて、議会は全く関与できませんでした。制度上はそうなんですが、くどいようですが、憲法が作られた過程を考えれば、実際に全て自分の思いのままにできたか、思いのままにしたか、なんてのは理解できると思います。とにかく近代化が最優先だった時代だったんですね。また、当時の国民は全員が天皇の従者、付き従う人で臣民と言いますが、この臣民とされ、従者の人権保障は君主、つまり天皇次第でした。それで、臣民の権利は君主である天皇から恩恵で与えられているものに過ぎず、君主の気分次第でいくらでも法律を作って制限できたのです。ここら辺も本当くどいようですが、絶対王政の江戸時代から突然近代化した過程で、こういった出来事が起きてますので、その意味もなんとなく理解できると思います。日本の人はですね、ヨーロッパの絶対王政の時代みたいにですね、生々しい想像はしません。そんなわけで、大まかな大日本帝国憲法の特徴をまとめると、こんな感じになります。政治体制は専制君主制。主権者、天皇。天皇の地位、国の元首、統治権の総覧者。軍隊、統帥権の独立、兵役の義務。議会、帝国議会、衆議院と貴族院。天皇の協賛機関。内閣、天皇の政治を助ける保筆機関。これは国会のところ、内閣のところでちょっとお話しましたが、裁判所、天皇の名で裁判を行う。国民の権利、臣民としての権利、法律の範囲内で認める。義務、兵役、納税の義務。憲法改正、天皇による発議、議会の議決。地方自治、規定なし、中央集権。こんな政治体制をとってですね、日本の近代化を進めていったんですね。ここら辺ですね、また次の日本国憲法を詳しくお話しする際にですね、比較して詳しく見ていくようにしましょう。これらの元になったプロイセン憲法からは、1、君主主権。2、強い行政権。3、制限された議会政治。4、臣民の権利は法律の範囲内。なんて部分がコピーされました。1の君主主権は、これ日本では天皇が唯一の主権者となりました。で、2の強い行政権ですが、これは行政権である内閣は議会に対してではなく天皇に対して責任を負うというもので、内閣が良くない政治をして議会が内閣の不信任を出しても必ずしも政府が倒れる仕組みではありませんでした。天皇が決めてたんですね。で、3番目の議会政治。これは議会として帝国議会。今の国会なんですが、それが存在しましたが、権限は限定的で、帝国議会は法律や予算には関係できますが、軍事、
つまり戦争ですね。戦争と外交は天皇が体験を持っていました。4、臣民の権利。権利は認められているものの、法律で制限できるという留保がついています。つまり、国家側の裁量が大きい構造です。以上のような点をプロイセン憲法に習いました。ただ、何度も言いますが、当時の日本の情勢にマッチしていたかは、また別問題になります。完全にコピーしたかっていうと、違いっていうのもあるんですね。ちなみにこのプロイセンの憲法との違いは、こんな感じになってますが、1、君主である天皇が神格化されている。これは先ほどお話しした通り、キリスト教文化圏のプロイセン王国とですね、天皇みたいなですね、神格化された、神様だなんて言われる人が、国を治める。ここら辺の違いになります。で、2、軍の独立性。これがポイントなんですね。統帥権独立。こんなのが日本の憲法にはありました。日本軍は天皇に直接属し、内閣や議会の統制を受けにくい軍隊でした。それに対してプロイセン軍は強力ですが、制度上は国家機構の中にある軍隊で、ここら辺日本式にアレンジされました。ところが、これが後の政治不安定化、軍部の暴走の大きな要因となってしまったのです。ここが大日本帝国憲法の問題といえば問題なのかもしれません。で、3番目の貴族制度と議会構成の違い。これもですね、プロイセンと少し違います。プロイセン憲法も日本の憲法も任意制ですが、構成が少し違いました。日本は家族と呼ばれる貴族中心の貴族院。かなり固定的な貴族院があって、それに対してプロイセンは身分制の影響はありましたが、地域代表などの要素も強いものでした。また、プロイセンには有名な3階級選挙制があり、プロイセンの選挙制度はかなり独特でしたなんて、ここら辺はですね、ちょっと細かい情報なんで、EJU 総合科目には出ないと思いますが、一応お話はしておきます。このような形で日本式にアレンジされ、大日本帝国が成立しました。プロイセン憲法型の君主制をベースにしつつ、日本の天皇制と軍事機構を強く反映させた日本独自の専制君主制の憲法といったところでしょうか。このように近代憲法を作り、様々な制度を近代化したおかげで、やがて日本は19世紀の帝国主義、列強諸国と肩を並べるまでに発展し、日本は不平等な条約を解消することができたのです。そして、紙と木でできた家に住んでいた侍と忍者の時代が終わって、わずか73年後には、こんな巨大戦艦まで作れるようになったんですね。これを見ればどれだけ近代化の速さ、近代化を急いだのかがわかると思います。ここら辺は日本の人たち、私たちが誇れる歴史です。誇ってもいい歴史だと私は思います。ところが忘れてはならないのは、この誇るべき歴史がもたらした思い上がりです。戦争に勝てば国が良くなる。欧米のように振る舞えば認められる。この強い成功の体験がやがて日本自身を侵略される側から侵略する側へと変え、軍部の暴走を招き、悲劇へとつながっていきます。第二次世界大戦の悲劇ですね。300万人以上の犠牲者を出して戦った戦争に敗北し、日本は焼け野原になりました。文字通りゼロというよりはマイナスから再スタートしていくのです。その廃人の中から新しい憲法、日本国憲法が生まれたのです。外国人留学生の皆さん、東京駅に行ったことはありますか？東京都千代田区にある日本を代表するターミナル駅です。赤レンガの美しい駅舎は東京の名所として知られ、新幹線の起点としても多くの人に利用されています。そんな東京駅の前を歩いていると、運が良ければ、このような
特別な光景を見ることがあります。これは外国から新しく赴任した大使を皇居へ案内するための馬車です。大使はこの馬車に乗って東京駅から皇居まで向かい、天皇に信任状を渡します。この儀式は信任状捧呈式と呼ばれています。実はこの儀式は単なる伝統行事ではありません。日本国憲法で定められた天皇の大切な国事行為の一つなのです。こんにちは、パトです。今回のテーマは日本国憲法の原理です。まずは日本国憲法が公布されるまでの流れについてお話しいたします。この流れを知っておくと、現在の日本国憲法について日本人の間でなぜ様々な議論があるのか理解しやすくなります。1945年、日本はポツダム宣言を受け入れ、第二次世界大戦で敗戦しました。その後、日本は連合国軍に占領されます。その中心となった人物が、こちら、GHQ 最高司令官、ダグラス・マッカーサーです。GHQ は日本政府に対し、新しい憲法を作るよう求めました。もともとの大日本帝国憲法は、欽定憲法と呼ばれる憲法でした。これは天皇が国民に与える形の憲法であり、主権者は天皇です。そのため、当時の日本では憲法を自由に改正するという発想そのものが弱かったのです。しかし、敗戦によって状況は大きく変わりました。そこで日本政府は憲法改正の準備を始めます。こちらが、その流れになっています。ポツダム宣言を受諾し、日本は幸福文書に調印しました。そして、マッカーサーの5大改革指令のもと、日本政府は GHQ から憲法改正を示唆され、憲法問題調査委員会を発足させました。これを受けて各政党や民間団体が様々な憲法改正案を考えました。実は大日本帝国憲法を考える際にも様々なアイディア、案が出されたんですが、その時と同じくらいの盛り上がりを見せたそうです。いろいろな案が出されましたが、全体的には天皇の権限を縮小させ、国民の権利を大きくしようとするものが多かったそうです。そして、1946年1月、新日本建設に関する調書において、天皇の人間宣言が発表され、GHQ 民政局がマッカーサー三原則、天皇制の存続、戦争放棄、封建制の廃止の3つの原則を示し、日本政府に憲法草案を作成するように言いました。ところが、日本政府が提出した松本案は GHQ の期待とは大きく違うものでした。内容は天皇中心の考え方を強く残したものだったのです。つまり、旧憲法とほとんど変わりませんでした。そこで GHQ は日本政府案を拒否し、自ら草案作成に乗り出します。これがマッカーサー草案です。とは言っても、ただマッカーサー三原則を反映させるように指示を出しただけで、その草案はわずか10日で完成し、日本政府に渡されました。この場面はよく映画やドラマで描かれます。作品によっては日本政府や GHQ の描かれ方がかなり違うので、見比べてみると面白いと思います。ある作品では日本側が GHQ に強く反発する姿が描かれています。また別の作品では原爆の悲劇を二度と繰り返したくないと訴える場面が描かれることもあります。ただこの授業ではですね、まず試験に必要な基本知識を中心に学んでいきましょう。GHQ から示されたマッカーサー草案はその後、日本政府によって一部修正され、政府案として枢密院に提出されました。そして、第90回帝国議会で審議が行われます。衆議院、そして貴族院での審議を経て、日本国憲法は採択されました。これによって、この議会は最後の帝国議会となります。その後、1946年11月3日、日本国憲法が公布
されました。この11月3日は現在の文化の日です。さらに翌年1947年5月3日に憲法が施行されました。この5月3日が現在の憲法記念日です。いかがでしょうか。こうして見ていくと日本国憲法はかなり短い期間で作られたことがわかります。そのため急いで作られた憲法ではないかという意見もあります。しかしそこには当時の国際情勢が関係していました。日本が戦っていた相手はアメリカだけではありません。連合国全体でした。そのため戦後になるとイギリスやソ連なども日本占領への参加を求めるようになります。1945年12月にはモスクワ三国外相会談が開かれました。そこでアメリカ、イギリス、中国、ソ連など11カ国による極東委員会を設置することが決定されます。この極東委員会は日本の占領政策を決める組織でした。そしてその発足は1946年2月26日に予定されていました。つまりアメリカとしてはその前に憲法改正を進めておきたかったのです。もし極東委員会が始まればソ連なども日本の憲法改正に関わる可能性がありました。そこでアメリカは極東委員会が動き出す前に日本国憲法の土台を作ろうとしたのです。このような経緯から日本国憲法については現在でも様々な意見があります。アメリカに押し付けられた憲法だという意見もあれば、逆に当時の日本政府より GHQ の案の方が国民の権利を重視していたという意見もあります。実際、当時日本国内でも多くの政党や民間団体が国民の権利を広げる憲法案を発表していました。ですので、この問題は今でも日本社会の中で議論が続いているテーマの一つです。総合科目試験ではここまで細かく出題されることは多くはありません。しかし、日本の大学へ進学すると、日本人学生から様々な意見を聞く機会があると思います。ぜひ、この基本的な流れは覚えておきましょう。では次に、この日本国憲法の三大原理について見ていきましょう。まず、日本国憲法は日本の最高法規です。つまり、憲法に反する法律やルールは認められません。例えば、国会が法律を作ったとしても、その内容が憲法に違反していれば問題になります。また、内閣が出す政令や都道府県、市区町村が作る条例も憲法に反することはできません。以前、日本の統治機構の動画で説明しましたが、こうしたルールが憲法に違反していないかを最終的に裁判所がチェックするのです。一番上にあるのがこちらですね。日本国憲法です。その憲法をもとに国会が法律を作ります。さらにその法律に基づいて内閣や各省庁が政令や省令を出します。さらに都道府県や市区町村ではそれぞれの地域に合わせた条例が作られます。こんな感じですよね。つまり日本社会の様々なルールのてっぺんにあるのが日本国憲法なのです。また、日本が外国と結んだ条約もとても重要なルールです。日本は条約を守ることを前提として法律や制度を作っています。ですので、この条約はほぼほぼ日本国憲法と同じような働きをするというふうに考えてください。こうしてみると日本人の生活や日本社会の仕組みそのものが日本国憲法によって支えられていることがわかります。ですので、留学生の皆さんが日本の社会制度を見てなぜこうなってるんだろうと不思議に思ったときは、憲法の考え方が背景にあると考えると理解しやすいと思います。この日本国憲法は前文と呼ばれる文章と11章103条で構成されています。そこには日本国民の権利や国の仕組みなどが書かれています。
ただ、103条すべてをここで詳しく見ていくと、とても時間がかかりますので、この授業ではそれらの土台となっている原理について学んでください。日本国憲法の原理。日本国憲法には大きく3つの原理があります。こちらになります。国民主権、平和主義、そして基本的人権の尊重です。国民主権、天皇主権から国民主権へ。まず一つ目の原理が国民主権です。これは国を動かす力は国民にあるという考え方です。大日本帝国憲法では主権者は天皇でした。しかし、日本国憲法では主権者は国民とされています。つまり、日本の政治の中心は天皇ではなく国民になったのです。また、日本国憲法では天皇も憲法に従わなければなりません。このような仕組みを立憲君主制と呼びます。詳しくは他の動画でお話しして、またここら辺にね、リンクが出ると思いますので、よろしければこのリンク辿って見に行ってみてください。そして、日本国憲法第1条。そこには、天皇は日本国及び日本国民統合の象徴と定められています。つまり、現在の天皇は政治的な権力を持つ存在ではなく、日本という国を象徴する存在とされているのです。では、現在の天皇はどのような仕事をしているのでしょうか。主な仕事は国事行為と呼ばれる形式的、儀礼的な仕事です。例えば、内閣総理大臣の任命、最高裁判所長官の任命、そして国会の召集などがあります。その中に最初に紹介した信任状方程式が入っているのです。ただし、これらは天皇自身の判断で決めるものではありません。内閣の助言と承認に基づいて行われる形式的な行為とされています。つまり、現在の日本では政治を決定する力は国民にあり、天皇はその国家を象徴する存在として位置づけられているのです。平和主義、前文と憲法9条。続いて二つ目の原理、平和主義を見ていきましょう。日本の平和主義を語る上で特に有名なものが憲法9条です。日本では小学生の頃から学習するとても有名な条文です。そのため日本社会では単に9条または憲法9条というだけで平和主義や戦争放棄を意味する言葉として使われることがあります。憲法9条には大きく3つの考え方が書かれています。1つ目は戦争の放棄。2つ目は戦力を持たないこと。そして3つ目は公選権を認めないことです。つまり日本は戦争によって問題を解決しないという考え方を強く示しているのです。また、この平和主義の考え方は憲法の前文にも書かれています。ただ、日本人でも憲法の前文を全部暗記している人は少ないので、まずは日本国憲法は平和を重視していると理解しておけば大丈夫でしょう。では、ここで少し比較をしてみましょう。第二次世界大戦で日本と同じ枢軸国側だったドイツやイタリアの憲法は現在どのようになっているでしょうか。ドイツも戦争そのものには否定的です。しかし、防衛のための軍隊は認めています。つまり、侵略戦争はダメだが、自国を守るための軍隊は必要という考え方です。また、イタリアも似ています。平和主義を重視していますが、防衛のための軍隊は持っています。これに対し、日本国憲法では、戦争の放棄、戦力の不保持、公選権の否認まで書かれているため、世界的に見てもかなり強い平和主義の憲法だと言われています。
ただ、そのために日本では長い間ある議論が続いています。それが自衛隊は軍隊なのかという問題です。現在日本には陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊があります。装備を見てみると多くの国の軍隊と変わらない部分もあります。そのためこれは憲法9条の戦力に当たるのではないかという議論があるのです。一方で日本政府は自衛隊について日本を守るための組織であり必要最小限の自衛の力だと説明しています。つまり日本政府の立場では侵略のための軍隊ではなく防衛のための組織という考え方です。例えば誰かが誰かに殴られようとしたときどうしますか？この殴ろうとしてきたのを手で避けようとしてね、身を守ろうとしますよね。つまり日本政府はそれと同じように国にも自衛する権利があるという立場で考えています。この問題は現在でも日本社会で大きな議論の一つになっています。ですので日本でニュースを見るときや日本人学生と話すときにはぜひこの話は覚えておいてください。はい。続きまして、基本的人権の尊重。三つ目の原理が基本的人権の尊重です。基本的人権とは人が人として生きていくために必要な権利のことです。これも他の動画で自然権なんて話をしていますので、またよろしければそちらの方も参考にしてください。日本国憲法ではこの権利をとても大切なものとして保障しています。例えば日本国憲法第11条には基本的人権は犯すことのできない永久の権利であると書かれています。つまり国家であっても簡単に奪うことはできないという考え方です。これは大日本帝国憲法と比べると大きな変化でした。大日本帝国憲法では国民の権利は天皇から与えられる恩恵のような考え方が強かったからです。しかし日本国憲法では人は生まれながらに権利を持っているという考え方が重視されるようになりました。ただしここで注意が必要です。基本的人権はとても大切な権利ですが、何をしても自由という意味ではありません。自分の自由が他人の自由や安全を傷つけてしまう場合には制限されることがあります。例えば自分が好きだからといって相手が嫌がっているのにずっと後ろをついていくような行為は許されません。それは相手の安全や自由を侵害してしまうからです。つまり人権は自分だけのためにあるものではなく、お互いの権利を尊重しながら成り立っているのです。日本国憲法ではこの考え方を公共の福祉と呼んでいます。これも他の動画で説明した通りですので、同じくね、参考にしてみてください。簡単にここでお話しするとしたら、その公共の福祉というのは、社会全体とのバランスを考えながら人権を尊重するという考え方だと思ってください。ですので、日本の基本的人権は無制限の自由ではなく、公共の福祉に反しない限り最大限尊重されると理解しておいてください。そして最後に、憲法改正について見ていきましょう。これまで見てきたように、日本国憲法が作られた過程については、現在でも様々な意見があります。敗戦後、GHQ の強い影響の下で作られたため、日本人が完全に自主的に作った憲法とは言えないという考え方もあります。そのため、戦後しばらくすると、憲法を改正するべきだという意見が出るようになりました。特に GHQ の占領が終わった後には、その動きが強くなります。ただ、当時の改正案の多くは、戦前の体制に近い内容でした。例えば、天皇中心の政治に戻そうとする考え方や、軍隊を持とうとする考え方です。しかし、
戦争を経験した当時の日本国民には、そうした意見はあまり支持されませんでした。ところが、現在では、憲法改正についての議論の内容が変わってきています。今の議論は、戦前に戻るかどうかというよりは、今の時代に合わせて憲法を見直すべきではないかという考え方が中心になっています。日本国憲法が施行されたのは1947年です。つまり、今からかなり前の憲法です。当然、その頃と比べると、日本社会も国際社会も大きく変化しました。例えば、インターネットや SNS の問題、災害対策、そして自衛隊や安全保障の問題などです。そのため、今の社会に合うように憲法を修正した方が良いのではないかと考える人も増えているのです。現在の日本では憲法を変えるべきか守るべきかという単純な対立だけではなく、もし変えるならどこをどのように変えるのかという議論が中心になっています。ここら辺もちょっと細かい情報で総合科目の試験には出題されないと思うんですが、大学に行ってからここら辺の話は日本人の学生とするようになると思いますので、ぜひこれらの意見があるということも覚えておくようにしましょう。よろしいでしょうか。では、じゃあ、この日本ではこの憲法、どのように改正するのでしょうか。こちらの図を見ながらですね、お話ししたいと思います。はい。まず、国会に憲法改正の案、憲法改正案が出されます。そして、衆議院と参議院で議論され、それぞれ3分の2以上の賛成が必要になります。これ、過半数じゃないんですね。衆議院で3分の2以上の賛成。参議院でも3分の2以上の賛成が必要で、それが可決されると、その後、国民投票にかけられるんですね。そして、国民の過半数がその憲法改正案に賛成した場合に、初めて憲法改正が成立します。このように日本国憲法はとても改正しにくい仕組みになっています。このような憲法のことを公正憲法、固い性質の憲法と呼びます。つまり、簡単には変えられない憲法という意味です。そのため、この日本国憲法は戦後一度も改正されたことがありません。いかがでしょうか。こんなわけで、今回は日本国憲法がどのように作られたのか、そして日本国憲法の三大原理について学びました。最後に、こちらの表をバーっとでですね、大日本帝国憲法と日本国憲法の違いを、ちょっと見てみましょう。はい。まず、主権ですね。はい。主権です。大日本帝国憲法では主権者は天皇でした。けど、新しい日本国憲法では国民が主権者となっています。そして、天皇は大日本帝国憲法では神聖不可侵の国家元首でした。けど、現在では日本国民統合の象徴となっています。また、基本的人権については、大日本帝国憲法では法律の範囲内で権利が認められていました。けど、新しい憲法では、不可侵で永久の権利として保障されるようになりました。で、平和主義の戦争と軍隊。これ、昔の憲法では天皇が陸海軍を率いていました。けど、新しい憲法では戦争放棄、戦力を持たない、公正権を否定する。こんな風に変わったんですね。で、またさらに国会は天皇の協賛機関でした。けど、新しい憲法では国権、つまり国の権力の最高機関という扱いとなりました。こんな具合にですね、いくつか載っています。ぜひ、こちらの表を参考に学習してください。ここら辺ですね、総合科目で過去何回か出てますので、ぜひ覚えておくようにしてください。外国人留学生の皆さん、このカードを見たことがありますか？
これはドナーカードと呼ばれるもので、正式には臓器提供意思表示カードと言います。日本では自分が亡くなった後に臓器を提供するかどうか、その意思をあらかじめ示しておくために使われるカードです。この制度は1997年10月に臓器の移植に関する法律、いわゆる臓器移植法が施行されたことをきっかけに始まりました。しかし現在、臓器提供の意思を表示している日本人は内閣府の調査によると 19.9%、およそ5人に1人にとどまっています。その背景には日本の文化や価値観も関係していると考えられています。日本には五体満足という言葉があるように、亡くなる時は遺体をできるだけ傷つけず、綺麗な姿で送りたいと考える人が少なくありません。そのため、本人が臓器提供を希望していても、家族や親族が心理的な抵抗を感じ、最終的に提供が見送られるケースもあります。また、日本では医療に関する本人の意思と家族や周囲の考え方が対立することもあります。実際に交通事故で重傷を負った子供が保護者の宗教上の理由から輸血を受けることができず、命を落としたという痛ましい出来事もありました。このような問題を考える上で重要なのが、自分の命や人生に関わることは自分自身が決めるという考え方です。日本国憲法ではこの考え方を基礎として自己決定権という新しい人権が認められるようになりました。こんにちは、パトです。日本国憲法、最後は基本的人権の尊重です。そして時代の流れとともに生まれた新しい人権のお話です。基本的人権の尊重。こちらですね。一般的にはこの3つを並べて日本国憲法の三大原理と説明します。しかし、憲法学にはこの3つをもう少し大きな視点で捉える考え方もあります。それが、こちらです。つまり、日本国憲法の最も大切な原理は基本的人権の尊重であり、国民主権と平和主義はその基本的人権を守るための原理だと考える見方です。考えてみると、国民主権とは国民一人一人の権利を守るために政治の主人公を国民とする仕組みです。このように考えると、すべての原理は基本的人権の尊重へつながっていると理解することもできます。これは数ある考え方の一つですが、私自身も、この考え方は日本国憲法全体を理解する上でとてもわかりやすい考え方だと思っています。以前の動画でもお話しましたが、日本では3つの大切な事柄を並べて説明することがよくあります。そのため、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を3つ並列に覚えても間違いではありません。大切なのは一つの答えだけを暗記することではなく、なぜそう考えられているのかを理解することです。皆さんが日本の大学や専門学校、大学院へ進学すると、先生によって説明の仕方や考え方が少しずつ異なることがあります。それはどれか一方が間違っているということではありません。様々な考え方を比較し、自分で考えることも大学でまたは専門学校で学ぶ大きな魅力の一つです。ですから、この動画で学んだことを土台として、ぜひ大学では多くの先生方の話に耳を傾け、自分なりの理解を深めていってください。さて、その基本的人権の尊重ですが、これも憲法の条文を詳しく見ていくと時間がかかるので、その原理についてお話ししていきます。まずは基本的人権。このような権利が日本国憲法には定められています。自由権、平等権、社会権、参政権、請求権。大きくこの5つの基本的人権が保障されています。
これを見てすぐお分かりになると思いますが、日本国憲法、実は他の動画でお話ししてきたヨーロッパの人々が命がけで獲得した権利が全て保障されているのです。まずは憲法に記されているそれぞれの権利を見ていきましょう。自由権、自由に生きる権利。自由権とは国家や権力から不当に干渉されることなく、一人一人が自由に生きることができる権利です。日本国憲法では基本的人権の中でも特に重要な権利としてこの自由権と、もう一つ平等権というのが保障されています。他の動画でも説明しましたが、自由権はもともとヨーロッパで王様や貴族の強い支配を受けていた市民たちが長い時間をかけて勝ち取った権利です。国家が国民を自由に逮捕したり、言いたいことを言えなくしたり、仕事を強制したりすることがあってはならない。そのような歴史的な反省から生まれた権利です。日本国憲法もこの考え方を受け継ぎ、国民の自由を保障しています。その自由権、実は大きく分けると、こちらの3つに分類されます。1、身体の自由。身体の自由とは、国が正当な理由もなく、国民の身体を拘束したり、生命や自由を奪ったりしてはならないという権利です。つまり、法律で定められた正しい手続きによらなければ、逮捕されたり、拘束されたり、刑罰を受けたりすることはありません。具体的には、奴隷的拘束及び区役からの自由。法定手続きの保障。住居への侵入や捜索、押収には令状が必要であること。拷問や残虐な刑罰の禁止などがこの身体の自由に含まれています。2、精神の自由。精神の自由とは、人が何を考え、何を信じ、何を学び、何を表現するかという心の自由を保障する権利です。例えば、自分の考えを持つ思想良心の自由、宗教を信じる、あるいは信じない自由である信教の自由、自分の意見を発表したり、デモや集会を開いたりする集会、結社、表現の自由、そして自由に研究し学ぶことができる学問の自由が保障されています。日本語でいう民主主義は様々な意見を自由に発言し、お互いの考えを尊重することがとても重要です。そのため、精神の自由は自由権の中でも特に重要な権利と考えられています。何を考えてもいい。何を信じてもいい。けど、それを言葉にしたり実際にやってしまい、公共の福祉に反する。つまり、他の人に迷惑になれば、当然罰せられることもあるのです。そこら辺 100% 完全に何でもかんでも自由ということではないことを覚えておいてください。そして、3、経済活動の自由。経済活動の自由とは、生活を支えるための経済活動を原則として自由に行うことができる権利です。例えば、住居移転の自由によって、どこに住みどこへ引っ越すかを自分で決めることができます。また、職業選択の自由によって、自分が就きたい仕事を自由に選ぶこともできます。さらに、財産権の保障によって、自分の財産を持ち、利用し、守る権利も定められています。これは他の動画でも言ってた、いわゆる財産権ですね。このような経済活動の自由が日本国憲法では保障されています。このように日本国憲法は身体、心、財産という3つの面から一人一人が自由に生活できるよう保障しているのです。しかし、自由だけでは本当の人権は守れません。自由と同じくらい大切なのが先ほどお話しした平等権です。次は平等権について見ていきましょう。平等権。平等権とは、すべての人が平等に扱われ、不合理な差別を受けない権利です。
自由権と平等権は日本国憲法における基本的人権の柱となる権利です。日本国憲法第14条には次のように定められています。すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的、または社会的関係において差別されない。これを法の下の平等と言います。法の下の平等とは、法律はすべての人を平等に扱わなければならないという考え方です。人種や宗教、思想、性別、家柄や身分などを理由として不当に差別してはならないということです。ただし、平等とはすべての人を全く同じように扱うということではありません。例えば、障害のある人のためにスロープを設置したり、高齢者や妊婦のために優先席を設けたりすることは不平等ではありません。これらはそれぞれの人が安心して生活できるようにするための合理的な配慮であり、これも平等の考え方なのです。ここでもう一つ覚えておきたい考え方があります。それが法の支配です。法の下の平等と法の支配は、日本語が似ていますが、意味は全く異なります。法の下の平等は、法律がすべての人を平等に扱うという考え方です。一方、法の支配とは、国を治める人も法律に従わなければならないという考え方です。これまた、他の動画でお話しした通り、昔のヨーロッパでは、王様や権力者の命令だけで人を逮捕したり、財産を取り上げたりすることがありました。しかし、そのような社会では、人々の自由や平等は守られません。そこで、人ではなく法によって国を治めるという法の支配の考え方が生まれました。日本国憲法もこの法の支配を基本原則としています。これもここらにリンク出ると思いますんでね。こちらのね、動画の方でお話しした通りですので、よろしければぜひ参考にご覧になってください。例えば、警察が人を逮捕するときには、法律で定められた手続きが必要です。裁判所も法律と憲法に従って裁判を行います。国会が法律を作る場合も憲法に違反することはできません。つまり国民だけではなく国や行政、裁判所などの国家権力も法律と憲法に従わなければならないのです。それが法の支配です。このように法の下の平等と法の支配があるからこそ自由権や平等権は実際に守られる権利となっています。さらに日本国憲法第13条では、すべて国民は個人として尊重されると定められています。これは一人一人がかけがえのない存在として尊重されるという考え方です。そして生命、自由、幸福追求に対する権利は公共の福祉に反しない限り国が最大限に尊重しなければならないとしています。また、第24条では、家族や結婚についても平等の考え方が示されています。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。戦前の日本では、結婚は家同士の問題と考えられ、本人の意思だけで自由に結婚できない場合もありました。しかし、日本国憲法では、結婚は本人同士の意思だけで成立し、夫婦は対等な立場で生活することが保障されています。このように日本国憲法は一人一人の自由を守るだけでなく、すべての人を平等に尊重し、その自由と平等を法によって守る仕組みを作っています。しかし、自由があり平等に扱われても、それだけで安心して生活できるとは限りません。病気や失業、高齢や障害などによって生活が困難になる人もいます。そこで
日本国憲法は人間らしい生活を送るための権利として社会権も保障しています。次はこの社会権について学んでいきましょう。社会権、人間らしい生活を送るための権利。社会権とは人間らしい生活を送るための権利です。これまで学んできた自由権や平等権は国家が国民に必要以上に介入しないことで守られる権利でした。しかし、自由と平等が保障されていても、それだけで安心して生活できるとは限りません。病気になった人、失業した人、高齢者や障害のある人などは、自由があっても生活が困難になることがあります。そこで生まれたのが社会権という考え方です。で、この社会権については、ワイマール憲法のところでね、お話ししました。また、ここら辺にリンク出ると思います。この動画ですね、ここで説明してますので、よろしければそちらの方で詳しく見てください。で、この社会権は、国家が積極的に国民の生活を支えるという、考え方に基づく権利です。日本国憲法では、社会権として主に4つ、こちらですね。4つの権利が保障されています。生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、そして労働基本権です。まず、第25条の生存権を見てみましょう。第25条第1項には、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定められています。これが生存権です。健康で文化的な最低限度の生活とは、単に生きていればよいという意味ではありません。食事や住居、医療、教育など、人間らしく生活するために必要な最低限の生活が保障されるという意味です。この考え方に基づいて、日本では生活保護制度、年金制度、健康保険制度、介護保険制度など、様々な社会保障制度が整備されています。次に、第26条の教育を受ける権利です。すべての人はその能力に応じて等しく教育を受ける権利を持っています。教育は一人一人の可能性を広げ、社会で生活するための大切な権利です。続いて、第27条、勤労の権利です。働く意思と能力のある人が働くことができるよう、国は雇用の確保や労働環境の整備に努めなければなりません。さらに、第28条では、労働者を守るための労働基本権が保障されています。これは3つの権利から成り立っています。1つ目は団結権です。労働者が労働組合を作る権利です。2つ目は団体交渉権です。その労働組合が会社と対等な立場で賃金や労働条件について話し合う権利です。そして3つ目が団体行動権です。これは争議権とも呼ばれ、交渉がまとまらない場合にストライキなどの行動を行う権利です。この3つをまとめて労働三権または労働基本権と言います。このような形で働く人たちの権利も守られているのです。さて、日本国憲法ではこのような権利を守るために国民が政治に参加するための権利も保障されています。これを参政権と日本語では呼んでいます。参政権とは国民が政治に参加する権利です。最も身近なものが選挙です。現在、日本では18歳以上の日本国民に選挙権が認められています。また、地方自治体では住民投票が行われることがあり、その内容によっては18歳未満の住民が参加した例もありました。さらに、憲法改正の際には国民投票が行われます。
このように間接的にまた直接的に政治に参加する権利、この参政権が日本国憲法では保障されているのです。またさらにですね、人権が侵害された場合に救済を求める請求権なんてのも保障されています。例えば誰でも裁判を受ける権利を持っています。どんなに凶悪な犯罪を犯した被疑者でも必ず裁判を受けてから刑に服すことになっているのです。またその捜査とか裁判の際にですね、国家によって違法な被害を受けた場合、国に対して国家賠償を請求できる権利も保障されています。さらに請願権といって国や地方自治体に対して要望や意見を提出する権利も保障されています。このように日本国憲法は自由権、平等権、社会権、参政権、請求権などなど様々な基本的人権を保障しています。ここまで権利のお話をしてきましたが、権利があるなら当然義務も果たさなければなりません。そこで日本国憲法には3つだけ国民が果たさなければならない義務が記されています。それが、こちらになります。1つ目、子供に普通教育を受けさせる義務。日本では小学校6年間と中学校3年間、合わせて9年間が義務教育となっています。2つ目、勤労の義務。健康で働く能力がある人は社会の一員として働くことが期待されています。ただしこの義務には働かなかったこと自体に対する刑罰はありません。3つ目、納税の義務。税金は学校や道路、警察、消防、医療、福祉など社会を支える大切な財源です。そのため国民には法律に従って税金を納める義務があります。もし税金を滞納すると、つまり払わないと督促や延滞金が発生し、それでも納付しない場合には財産が差し押さえられることがあります。さらに悪質な脱税では刑事罰の対象となることもあります。私も昔とても生活が苦しかった時期があり、一時的に税金の支払いが遅れたことがありました。役所から連絡があり、事情を説明した上で分割して納付しましたが、その時には延滞金というのもついてですね、税金以上に高いお金を支払うことになりました。税金は私たちの生活を支える大切なお金です。ですので、期限までにきちんと納めるとか、納めなかったらこの義務だけは刑罰が与えられるようなことがあるということが、あるんだってこともぜひ覚えておいてください。なお、日本留学試験ではこの義務に関して戦前の大日本帝国憲法と比較する問題がよく出題されます。大日本帝国憲法には兵役の義務、つまり男性がある一定の年齢になったら軍隊に入らなければならないという義務ですね。この兵役の義務がありましたが、現在の日本国憲法には兵役の義務はありません。この違いもぜひ覚えておいてください。さて、ここまで日本国憲法に書かれている基本的人権について学んできました。しかし、日本国憲法が施行されたのは1947年です。つまり約80年前に作られた憲法です。その後、日本社会は大きく変化しました。高層ビルが立ち並ぶようになり、自動車や飛行機が普及し、さらにインターネットやスマートフォン、SNS など、1947年には想像もできなかった社会になっています。当然、それに伴って新しい人権問題も数多く生まれました。例えば、個人情報をインターネットで勝手に公開されたらどうでしょうか。あるいは、自宅の前に高層マンションが建ち、一日中太陽の光が当たらなくなってしまったらどうでしょうか。さらに、自分の写真を無断で SNS に投稿されたらどうでしょうか。
このような問題は日本国憲法には直接書かれていません。では、憲法に書かれていないから守られないのかというと、もちろんそうではありません。ここで重要になるのが日本国憲法第13条。こちらですね。第13条になります。第13条には、すべて国民は個人として尊重される。そして、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は公共の福祉に関しない限り最大限に尊重されると定められています。この幸福追求権は人が人間らしく幸福に生活するための権利を幅広く保障する考え方です。そのため、この第13条は包括的基本権とも呼ばれています。つまり、個別に憲法に書かれていなくても、第13条の理念を根拠として、新しい人権が認められるようになったのです。これらをまとめて、こちらですね、新しい人権と呼びます。それでは、次に、この新しい人権の代表的なものを見ていきましょう。まず、環境権です。環境権とは人間らしく快適な環境の中で生活する権利です。例えば、高層ビルが建ったために家に日光、太陽の光が入らなくなったり、空港の拡張によって飛行機の騒音が昼夜を問わず続いたり、また大気汚染や水質汚濁によって健康が害されたりすると、人間らしい生活が脅かされます。これは第13条の幸福追求権だけでなく、第25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利に深く関わっています。高度経済成長期には、公害による健康被害が全国で大きな社会問題となりました。その反省から、環境を守るための法律が整備され、環境権という考え方が重視されるようになったのです。次、平和的生存権。平和的生存権とは、戦争の恐怖や暴力に怯えることなく、平和な社会で安心して生活する権利です。日本国憲法には、平和的生存権という言葉そのものは書かれていませんが、第9条の平和主義や第13条の幸福追求権、第25条の生存権などを根拠として考えられています。日本は第二次世界大戦で大きな被害を受けました。その経緯から平和の中で生活することそのものが人権として大切ではないかという考え方が生まれたのです。例えば自分たちが住んでいる町に自衛隊やアメリカ軍の施設が建設される計画ができたとします。軍事的な施設が家の近くにあれば戦争になった時攻撃される恐れがあります。その攻撃の影響を受けて自分たちの生活、生存も脅かされるかもしれません。そこでこの平和的生存権をもとに国の勝手な都合で一方的に基地を作ったり軍事施設を建設したりせず、近隣住民の理解を得た上で建設しなければならない。こんな考え方が生まれたのです。これが平和的生存権のお話となっています。はい。続いて、プライバシー権です。プライバシー権とは、自分の私生活や個人情報をみだりに公開されない権利です。現在では、住所や電話番号だけでなく、写真、位置情報、買い物の履歴など、多くの情報がデジタル化されています。そのため、個人情報保護法なども整備され、個人情報を適切に取り扱うことが求められています。さらに近年では自分の個人情報を自分で管理し、誰にどこまで利用を認めるかを決める自己情報コントロール権なんていう考え方も重要になってきています。そしてこの流れから言われるのが肖像権です。肖像権とは自分の顔や姿を無断で撮影されたり公表されたりしない権利です。特に SNS が普及した現在では
友達との写真を投稿するときも相手の許可を得ることが大切だと考えられています。留学生の皆さんも考えてみてください。もし友達が自分の写真を勝手に SNS へ投稿したらどう感じるでしょうか。逆に自分が友達の写真を投稿するときはきちんと相手に確認していますか？このような身近な問題も肖像権やプライバシー権に関わっているのです。続いて自己決定権です。自己決定権とは自分の人生や身体に関する大切なことを自分自身の意思で決める権利のことです。一番最初にお話しした、こちらですね。ドナーカードのお話は、自分が亡くなった後に臓器を提供するかどうかを自分の意思、自己決定権で、決めるという制度です。そして、最新医療の現場では、医師から病気や治療方法について十分な説明を受け、納得した上で治療を受けるかどうかを決めるインフォームドコンセントという考え方も広く行われています。これも自己決定権を尊重する考え方です。次、知る権利です。知る権利とは国民が政治や社会について必要な情報を得ることができる権利のことです。日本語でいう民主主義では、正しい情報を知らなければ、選挙で適切な判断をしたり、政治について意見を持ったりすることができません。そのため、知る権利は、憲法第21条の表現の自由を根拠として認められてきました。現在では、情報公開制度なども整備され、国や自治体が持つ情報を一定の条件の下で見ることができるようになっています。また、アクセス権という考え方もあります。アクセス権とは、国民が新聞やテレビ、インターネットなどを通して多様な情報に接し、必要に応じて反論や意見を表明する機会が保障されるべきだという考え方です。新聞やテレビは大きな影響力を持っています。そのため、一方的な情報だけでなく、多様な意見が社会へ届けられることも、日本語でいう民主主義では重要だと考えられています。そして、最後に、知的財産権です。知的財産権とは、人が創作した音楽や小説、絵画、発明、プログラムなどの知的な成果を守る権利のことを言います。代表的なものには、著作権や特許権があります。これは憲法第29条の財産権の考え方をもとに発展してきました。このように社会が発展すると、それまで存在しなかった新しい問題も生まれます。そのために日本国憲法第13条の個人の尊重と幸福追求権という理念をもとに新しい人権が認められ、法律や制度も整備されてきました。つまり、憲法は約80年前に制定されたものですが、その精神は今も生き続け、変化する社会の中で私たち日本人の権利を守り続けているのです。いかがだったでしょうか。ここまで本当にお疲れ様でした。日本国憲法について、一緒に見てきたんですが、内容が多く少し長く感じたかもしれません。また、説明もね、こんな感じでね、普段授業だったら冗談とか言ったりもするんですが、もうただ淡々とね、みたいな感じで説明してきたんで、ちょっと眠くなったかもしれませんが、お疲れ様でした。ただ、この内容はですね、日本の大学や専門学校、大学院へ進学すると様々な授業の中で何度も出会う大切な知識です。なぜなら日本の政治、法律、教育、福祉、医療、そして私たち日本人の日常生活まで日本社会のあらゆる仕組みがこの日本国憲法の考え方を土台として成り立っているからです。特に外国人留学生にとっては日本について知りたければまずは日本国憲法を知れと言っても言い過ぎではないと思っています。留学生自身の国と日本とを比較することで様々な発見が必ずあるはずです。
この動画は日本留学試験 EJU の総合科目対策として、制作しましたが、もちろん試験で高得点を取るのも大切です。けど、それ以上にこの動画を通して、日本という国がどのような考え方を大切にしているのか、その背景まで理解していただけたらとても嬉しく思います。進学した後も授業でわからないこととかがあれば、ぜひもう一度このチャンネルに遊びに来てください。きっとその時には今日とはまた違った発見があるはずです。ぜひ頑張ってください。日本は第二次世界大戦という大きな悲劇を経験しました。多くの人が命を失い、町は焼け野原となり、人々は深い悲しみの中から新しい国づくりを始めました。その中でもう二度と戦争を繰り返さないこと、一人一人の人権を大切にすること、国民主権の下で民主主義を守ること、アメリカのエイブラハム・リンカーン大統領や他の動画でご紹介したジョン・ロックの精神など、それらの精神も反映しているのがこの日本国憲法です。絶望の淵から立ち上がって、この日本国憲法が今の日本を作ってきたのです。もちろん、今日の日本は憲法だけで築かれたものではありません。戦後を生きた多くの人々の努力。私の両親や祖父、祖母の世代ですね。その人たちの努力や社会を支えてきた一人一人の歩みが積み重なり、現在の日本があります。そして、日本国憲法はその歩みを支える大切な土台となってきました。皆さんもこれから日本で学び、生活し、多くの人と出会う中で、日本国憲法の考え方に触れる場面がきっとあるでしょう。今日学んだことが、その時皆さんの理解を深める小さな力になれば、これほど嬉しいことはありません。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。皆さんの日本での学びが実り多いもとになることを心から願っています。
でね、これ、脚本読んでるんですよ。ね。ちょっと硬いんでね、いつも通り行きましょう。それでは、またお会いしましょう。グッドラック。